僕の名前はピコです。ピコーズのミッションはふるさとの明日をハックすること。僕の名前はピコです。それではスタートです。ピコピコピーン。今回は春以来久しぶりのヒラメゴモくずりに挑戦です。お世話になるのは平塚の小三郎丸さん。初心者さんにも人気のある釣り船で案内や対応が丁寧だから安心して乗れるのが嬉しいピコ。今日は初夏らしく最高気温は29度、天気は曇りで南西の風が5メートルほど吹いています。船に乗ってみるとまだ出港前なのにいつもより船が大きく揺れていて、あれもうこんなにうねるのとちょっとびっくり。これは台風の影響で沖のうねりが湾内まで入ってきているからなんです。平塚港は南西側に消波ブロックがあって西向きに出港口がある地形なので、南西の風の時は波が港の中まで入り込みやすいんですね。こういう港の形を知っておくと今日の海の状況がぐっと分かりやすくなります。ピコピコピーン。いよいよ出港です。船は平塚港の出入り口にゆっくり進んでいくんですが、すぐに外へ飛び出すわけではありません。まずは船長が波のタイミングをしっかり見ています。これがプロの仕事なんですね。待機している間にも大きな波が船首にドンと当たって船がぐっと後ろへ押し戻されました。思わず船内からおーっと声が上がるほど。初心者さんはここでびっくりしやすいけれど、こういう日は無理にせず落ち着いたタイミングを見極めることがとても大切なんです。店内は大歓声。まるでジェットコースターみたい。沖はさっきまでが嘘のように静かな海。海って本当に表情が変わるピコね。ここで本日のタックルを紹介します。ヒラメ五目は板釣りのサビキ釣りと泳がせ釣りを同じタックルで兼用できます。重りは50号を使いますので、その重さに耐えられるロットしましょう。先調子の方が海底の状況が伝わりやすいのでおすすめです。ピコピコピーン。沖に出たらまずは餌になるイワシ釣りからスタートです。ヒラメ五目では最初に泳がせ様の生きた餌をしっかり確保するのが大事な流れ。船でもらえるサビキ仕掛けをセットして重りはいつもの50号を使います。ここで初心者さんに大事なのが棚合わせ。
船長の指示する水深や反応に合わせて仕掛けを魚のいる層にきっちり入れることが釣果につながります。今日の水深は20メートル前後。魚探の反応によって狙う深さが少しずつ変わるので、アナウンスはよく聞いておきたいところです。すると棚に入った途端、すぐに当たり、しかも鈴なり状態でイワシがついてきます。こういう時間は手返しが大事で、どんどん確保したいピコ。イワシだけじゃなく小さめのサバも餌として使えるので、これも大切にキープ。2時間ほどでなんとバケツに配粉の餌を確保できました。ただしここにも注意点。イワシは弱りやすいのでぎゅうぎゅうに入れずバケツを分けること。さらに排水ホースが抜けていないかも大事なチェックポイント。餌を元気に保つことがこの後の勝負を左右するピコ。ピコピコピーン。いよいよ本番、泳がせ釣りのスタートです。使う仕掛けは小三郎丸さんの釣り宿で買えるもの。船宿で用意されている仕掛けはその日の釣りに合うように選ばれていることが多いので、初心者さんには特におすすめです。まずは元気なイワシを1匹選んで弱らせないようにそっと針につけます。ここは慌てず優しくが基本。海に投入したら重りが海底につくまでしっかり落として、そこから1メートルほど巻き上げて待つのが基本の形です。そこべったりだと根がけがりしやすいし、少し浮かせることでヒラメに見つけてもらいやすくなるんですね。少しずつ場所を変えながら下がっていきますけれど、なかなか前当たりが来ない。こういう沈黙の時間も泳がせ釣りの難しさであり面白さでもあるピコ。そんな中、遠くでは乗り合いのお客さんがヒラメをゲット。やっぱり海の中にはいる。次はこっちに来てほしいピコね。ピコピコピー。お、来たと
持って合わせたその瞬間、なんだか弾き方が変。実はこれ魚ではなくお祭りでした。お祭りというのはお隣さんや近くの人の糸と自分の糸が絡んでしまうこと。船釣りではよくあることで、特に波や風がある日は起こりやすいんです。初心者さんだと、うわどうしようと焦りがちなんですが、そんな時も小三郎丸さんは心強いピコ。すぐに船頭さんが来てテキパキとほどいてくれるので安心です。こういうフォローの速さって初心者にはすごく大事なんですよね。場所を変えてもう一度落とし直すも、でもその後一緒に乗っていたお隣さんにヒット。船頭さんもタモを持って近づいて、これは本命かと期待が高まります。ところが上がってきたのは、なんととても大きな味。味ってイワシ食べるのとびっくりピコ。泳がせ釣りはヒラメだけじゃなく、思わぬ大物や意外な魚がかかるのも面白いところ。そんなわけで今回はヒラメは釣れませんでしたが、海の奥深さをしっかり感じる一日になりました。ピコピコピーン。気がつけば起き上がりの時間。港へ戻る時間になりました。今回は本命のヒラメには出会えなかったけれど、餌用に釣ったイワシを持ち帰って料理して楽しむことにします。ここで少しお話ししたいのが魚の木のこと。ピーオスは賛同メンバーとして魚の食文化を少しでも後の世代に残したいと思っています。イワシは日本の食卓に昔から馴染みのある魚だけれど、実は漁獲量が年によって大きく変わる魚でもあります。特に数年前は大不漁で値段が上がって家にはで見かける機会も減りました。そうやって食卓から消えていくと、食べ方や料理の仕方もだんだん忘れられてしまうんですね。近年は少しずつ漁獲も戻ってきているけれど、確かに最近イワシを食べる機会少なかったかもと感じる人も多いはず。だからこそ今回は釣れなかったから終わりではなく、イワシを美味しく食べるところまで届けたいピコ。魚を知って釣って料理して味わう、そこまで全部が漁問家だと思うんです。ピコピコピーン。ここからは持ち帰ったイワシで作る梅しそ天ぷらです。イワシ料理は難しそうに見えるけれど、手順を分けていけば初心者さんでも10分挑戦できるピコ。まずはイワシを塩水につけて表面の鱗と汚れを優しく落としていきます。真水より塩水の方が磨いた見にくいのもポイント。次に指でお腹を開いて腹渡とエラを取り出します。包丁を大きく使わなくても進められるので、魚をさばくのが苦手な人にもやりやすい方法です。空いたイワシには軽く塩を振って5分ほど冷蔵庫で休ませます。その間に衣の準備。小麦粉と片栗粉を水で溶いて天ぷら様の衣を作っておきます。片栗粉を入れることで少し軽めでサクッとした食感になりやすいピコ。最
最後に梅の種を取って包丁で叩いてペースト状に。これをイワシのお腹側に乗せて大葉で包めば元ごしらえは完成。もうこの時点で美味しそうピコね。ピコピコピーン。元ごしらえができたらいよいよ揚げていきます。イワシに衣をまとわせて180度くらいの油へそって投入。じわっという音がした瞬間、もう食欲が止まらないピコ。食べ物は音でも楽しめる料理ですよね。初心者さんは火加減よりも油の温度を意識するのが大事。低すぎるとベタっとしやすいし、高すぎると中まで火がいる前に色だけついてしまいます。しばらくすると周りの泡がだんだん小さくなってきます。これが揚げ上がりのサイン。きつね色になったら引き上げて油を切れば完成です。梅のさっぱり感と大葉の香り、そしてイワシの旨味がしっかり合わさって餌用とは思えない立派なおかずになりました。今回は釣果には恵まれなかったけれど、イワシ一つでもここまで美味しく楽しめると分かると釣れない日も怖くないピコね。魚は本命だけが主役じゃない。持ち帰った魚をどう味わうかまで含めて釣りの楽しさなんだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたお楽しみにピコ。僕の名前はピコです。チャンネル登録よろしくピコ。